どうもクロスロードラボです。今日はですね、長野県小諸市にある小諸蒸留所に来ています。小諸蒸留所といえば今世界から注目されている蒸留所の一つなんですが、それはなぜかというと、台湾ウイスキーカバランの味を作ってきたイアン・チャンさんがいる蒸留所でもあるんですね。実はこの、小諸蒸留所もう一般見学受け付けてます。まだまだねウイスキーは熟成中なんですが、いろんなね体験ができるということで、今日はじっくり小諸蒸留所見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。Hello everyone, my name is Ian Chang. I'm the distiller and blender of Komoro Distillery. I would like to say hello to all the fans of Crossroad Labo and welcome you to our distillery in the future. Thank you. どうもクロスロードラボです。本日はですね、長野県の小諸市で2023年7月に正式オープンしたばかりの小諸蒸留所です。まだ稼働したばかりの蒸留所なのでノーマークの方も多いと思いますが、今世界中から注目されている蒸留所の一つです。それはなんとですね、台湾ウイスキーカバランを一躍有名にしたマスターブレンダーのイアン・チャンさんがマスターブレンダー兼副社長を務める蒸留所でもあるからです。外資系金融会社の執行役員を務めていた島岡浩二さんが新たに立ち上げた会社が運営する蒸留所で、イアン・チャンさんも共同創業者です。この蒸留所の外観めちゃくちゃいいですよね。もともとこの3分の1の大きさの予定だったそうなんですが、最終的にはこの大きさになったそうです。外から製造エリアが見えるのがいいですね。もうすでに今から体験できることもかなり多いので、小諸蒸留所にぜひ足を運んでいただきたいということで、実際に行って体験してきましたので、本日は小諸蒸留所の魅力をじっくり紹介していきたいと思います。まず肝心のアクセスなんですが、東京から北陸新幹線で長野県の佐久平駅まで1本です。そこから送迎予約しておけば迎えに来てくれますし、佐久平駅からでもタクシーで25分ほどです。佐久平駅から乗り換えて小諸駅まで行っても送迎予約できますし、小諸駅からならタクシーで10分ほどです。東京から1本で行けちゃうっていうのはアクセスしやすくていいですよね。入場料は2つのプランがあります。一つは小諸エクスペリエンス、オリジナルのカクテルともちろん蒸留所内のツアーもついてきます。そしてもう一つは小諸アカデミー、こちらは蒸留所のツアーとウイスキーアカデミーというテイスティング講座が受けれる内容になってます。どちらも蒸留所内のバーも利用できるし、ショップで買い物もできるんですけど、ウイスキーアカデミーっていうテイスティング講座があるかないかが大きいです。ウイスキー講座は現在なんと初級から上級コースまで5コース、コースによってトータルの金額が違います。ここに表示されているのはツアーを含めたトータルの金額です。世界的な品評会でもあるインターナショナルワイン&スピリッツコンペティションの審査員も務めるエディ・ラドローさんが監修した本格的なセミナーを受けることができます。通常のコースは約60分ほどで、カクテルコース以外は3倍以上のウイスキーのテイスティングができるので、かなりお得じゃないかなと思います。テイスティング101基礎を知るコースでは、ウイスキーとは何かさまざまな視点から体験しながら楽しめるコースで、ウイスキーを飲み始めの方でも分かりやすく学べるコースになっています。プロダクション101製造を知るコースでは、ウイスキーをもっと深く知りたい方向け、ウイスキーの製造工程をより具体的に学べるコースです。ウイスキー&カクテルコースでは、カクテルを上手に作ってみたい方向けです。無限の可能性を作り出す魔法のひと手間を体験するコースになっていて、小諸蒸留所のバーテンダーさんにカクテルの作り方を学ぶことができます。続いてアート・オブ・マチュレーション、熟成の謎に迫るコースでは、熟成がウイスキーにもたらした奇跡とは何か、熟成の仕組みを学びながらテイスティングを楽しむコースです。ウイスキーの熟成の謎に迫ります。そしてストーリー・オブ・ピート、ウイスキー2には欠かせないピーテッドウイスキーを深掘りします。一度踏み入れたら戻れないと言われているピーテッドウイスキーについて、その謎を紐解いて追求するコースになっています。マニアックですね。これ映像でも分かる通り、実は全部体験してきました。
かなりね満足感のある内容ですし、この部屋の製造エリア側が全面ガラス張りになっているので、この製造エリア内を横目にセミナーを受けれます。これねさすがになかなか他ではないんじゃないかなと思いました。なのでセミナー中に製造エリアを指さして説明を受けることができるんですね。これすごいことだと思います。しかもこれからコースが増える予定があるとのことなので、何度もリピートしてねコンプリートするっていうのもいいんじゃないかなと思いました。時間がある方は絶対にアカデミーを体験してみてほしいです。ちなみに1日2コースとかね受けられる方もいるみたいですよ。これめちゃくちゃおすすめです。続いて製造エリア内の見学ツアーです。ここがねメインの方も多いと思うんですけど、小諸蒸留所は1時間おきにツアーをやっているとのことです。もちろんイアン・チャンさんのアイディアが取り入れられているので、無駄のないコンパクトな作りになっています。製造エリアで働いている方々に若い方が多かったんですが、これはイアン・チャンさんの経験や知識を次世代に継承して人材を育てていきたいというイアン・チャンさんの考えがあるそうです。所要時間はだいたい15分ほど。結構ねいろんな質問に答えてたらちょっと長くなっちゃったりすることもあるみたいです。分かることだったら何でも答えたいっていうふうにねおっしゃっていました。アカデミーに参加するまでは時間ないけど、ちょっと見たいっていう方でもね、この製造エリア内のツアーは観光のついでに立ち寄ることもできるんじゃないかなと思います。続いて熟成庫に来ました。熟成庫は樽を半分にしたモダンなデザインになっていて、現在2棟が建設済みです。熟成庫内には熟成中のウイスキーを天使が飲んでいくというエンジェルズシェアにかけて天使の輪をモチーフにした照明になっています。かなりね遊び心があってこだわりを感じました。第一熟成庫の方は非公開になっているとのことで見ることはできなかったんですが、バーボン樽だったりシェリー樽はもちろん、日本ならではの水なら樽、そして桜樽での熟成も行っているそうです。台湾と違い小諸市の冷涼な気候でゆっくりと熟成が進むので、イアン・チャンさんも今まで経験できなかった20年以上の長期熟成現象を扱えるのも日本でウイスキー作りをしたい理由の一つとおっしゃっていました。なのでもちろん長期スパンのウイスキー作りになるので、日本で骨をうずめる覚悟があるとのことです。次はバースペース。小諸蒸留所はちゃんとバースペースが用意されていて、見学の合間だったり待ち時間にここでドリンクを飲みながらゆっくりくつろぐこともできます。フードがね一品一品こだわってて本当に細かく考えられています。僕はね全部食べました。全部ね美味しかったです。しっかりお腹いっぱいになりました。ニューメイクの提供にも工夫がされていて、ここで作られているオリジナルのジェラートの組み合わせが最高でした。現在は春の新メニューが新たに提供されています。さらにニューボーンも提供されていて、イアン・チャンさんがその時々でさまざまな樽のニューボーンをよりすぐってブレンドしているので、タイミングによってさまざまな変化を味わうことができるそうです。なんと専属のバーテンダーさんがちゃんといらっしゃって、質の高いサービスを提供してくれます。お酒が飲めない方用にノンアルコールのカクテルも用意されていて、運転手さんや未成年の方でも楽しめる内容になっています。続いてショップです。ここねショップもすごいです。なんといっても売ってるものが多いんです。これ本当嬉しいですよね。しかも一つ一つこだわったものばかりで、蒸留所といえば定番グッズの蒸留所のロゴが入ったグレンケアンのテイスティンググラスや、ロゴ入り珪藻土コースターもデザインがとても素敵です。しかも形も選べます。イアン・チャンさんがデザインした完全オリジナルグラスはウイスキーのタイプによって3種類の形を提案しています。こちらこの3種類のグラスは木村ガラスの職人が一つ一つ手作りしているハンドメイドです。他にもハイボールグラスやロックグラスまで売られていて、なかなか蒸留所でこれだけの種類が売られていることってないですよね。そして漆塗りのひときわ目立つシェーカーやメジャーカップなどのバーツール、こちらは今後販売に向けて試作中とのことです。なんとグレンケアンの足の部分に漆塗りがされたものまでありました。これ質感かなりいいです。本当に多種多様な幅広いグッズが売られていて、気軽に買える価格帯のものも相当あるので、このショップコーナーだけで相当時間を過ごすことができます。展示もかなりこだわっていて、さまざまな香りのサンプルが入ったグラスの匂いを嗅いでウイスキーのフレーバーで感じる香りを体験できるというのもとてもいいアイデアだと思いました。これ人と言ったら絶対に盛り上がります。So here, this is our Sakura newborn.
it is still undergoing maturation. However, starting from this year's cherry blossom season, we will be able to serve you and let you try the taste here at the bar, at the distillery. It's a very unique spirit. Personally, I find it very, it's very unique to Japan, and also it has all the right flavors to be enjoyed. So we look forward to seeing you here to try our Sakura Newborn. Thank you. はい、いかがだったでしょうか。結構行きたくなった方多いんじゃないかなと思います。小諸蒸留所はですね、先日世界のウイスキー生産者のサミットでもあるワールドウイスキーフォーラムのアジア初の開催場所として選ばれました。世界のウイスキー生産者が小諸市に集まったんですね。それを記念したボトルの発売もあったので、予約された方も多いんじゃないかなと思います。こちらは2027年に届くボトルの購入券で、なんとすでにテイスティングノートまで発表されています。これどういうことかというと、これはそのテイスティングノートの味に向けてシングルモルトを作るという豊富な経験があるイアン・チャンさんだからこそできることなんですね。ちなみに現在はですね、ボトルの購入予約は終了してるんですけど、小諸市で4月1日から25日まで桜の名所としても有名な小諸城跡でもある開古園の桜祭りに合わせて桜ダルボトルの予約販売も開始されるそうです。これに関しては小諸蒸留所に行かないと予約できません。小諸蒸留所のバーで提供されるニューメイクと、あとは期間限定で提供される桜ダルのニューボーンと合わせてボトルの予約販売を行うとのことです。ちなみに開古園はですね、小諸駅のすぐ裏でかなり観光しやすいです。資料館だったり小さい動物園もありますので、結構見応えがあるのでぜひ足を運んでみてください。さらに先日は小諸市も巻き込んだ小諸ウイスキーフェスティバルを開催したり、初のシングルモルトが発表するまで話題に事欠かないんじゃないかなと思います。本当にこのできたばかりのクラフト蒸留所でこんなにたくさんのことが体験できるっていう蒸留所なかなかねないんじゃないかなと思います。皆さんもねぜひ体験しに行ってみてください。それではチャンネル登録、Twitter フォロー、インスタのフォロー、サブチャンネルの登録をお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。